今日は何の日かお前かいということで今日は、はいかなちゃんとアスケの方にですね、ドライブに行きたいと思いますので、初めてじゃない？な？何が？姉妹ドライブ動画。ドライブ動画は初めてだね。はい。ちょっといろんな話しながら向かいたいと思います。1時間半ぐらいかかるからね。何喋る？ついに酒造りの日がやってきましたね。日本酒をあっ作る。という間だったね。だって去年の今頃に田植えしたかな。4月かな、ね4月。去年田植えして大きに刈り取った米食米コシヒカリ三重県産一等米でしたね。で食べても美味しいやつを今日は蒸して。わお。すごいね。2年構想だね、そうすると。約仕上がりまで。そうだね。で今年の、6月と秋口に生酒と火入れ2種類でいく。そう。今回も。前回もそうだったもんね。今日向かう蓬莱線は前回の魚の酒を作ったところだからね。前回は割と本当にフルーティーな。飲みやすいお酒だったよね。今回はね、でもねあれだよ。前回と違うのは木本作り。木本作りっていうのは分かりやすく言うとどういうことなんですか？天然の菌たちの力を借りてやるんだぜっていう。ここのさ話変わるけどさ、変える。このさなげグリーンロードって昔口先女が出るっていう話を聞いたことがあってね。もし口先女に出会ってしまった時にどうしたら対処できるかっていうのを知ってる？なんだろう。口先女はべっこ飴が大好きなんだって。へー。だからべっこ飴をあげて、そのべっこ飴を舐めてる間に逃げなさいって聞いたから、私はいつも悪いけどポッキにべっこ飴を入れて小学校行ってたわけ。かなって本当にさ、振り回されるよね。都市伝説とかに。なんかそのべっこ飴を持ち歩く手間を考えるとさ、口先女に会ったら会ったで私いいかなって。ダメだよ、一緒にされちゃうんだよ。そう私追いかけられるのが無理なんだって。トラウマで小学校の時のドッジボールとかでずっと追いかけそうさあさちゃんはさ無駄にドッジボール強いんだよね。ひたすら逃げて最後まで残っちゃうタイプだからその仲間としてはお前かよみたいな。お前残ったら外野から頑張らなあかんやないかいっていう風のタイプなんだよね。そうやって思われてたから、とりあえずじゃあお前ら逃げとけよみたいな。もう一人になったならもう取らなくちゃいいから逃げるんだみたいな。あとはこっちから当てに行くから。そうだよ。だから私はパチンコ玉のようにさ逃げてたんですよ。なんか感じる時あるじゃん。なんで塩持ち歩いてたじゃんよ一時よ。あれはもう本当に変な塩だったんだよね。それこそ壺かわされそうって言ってる割にさそっちの方がさ変ななんか石とか持たされてない？大丈夫？私は受験の時でしょそれ。そうで私があんまりになんか悪いことばっかり、そういうタイプじゃん。なんか悪いことつきやすいんだろうね。そうなんかが多分ウェルカムオーラが出てるかわかんないけど、なんかつきやすいって言われて、で友達にもなんか生き量が3体ついてますみたいな言われるって言ってさっちゃんに相談したら心配して、なんか受験前だしこのお清めの塩を持ち歩きなさいって言われて持ってったんだけど、それで大丈夫だった？一応受かりましたね。そうなんか生き量は私ついてても分かんないの自分で。霊感がないから。だから見る人が見たらそうやって言ってくる回数が多いからいるかもしんないけど分かんない。います？怖い。なんか肩が重くなってきた気がする。なんか凝ってんのかな、いつも肩ね。早稲田の時にがすごい霊感あって、そうなんだ。それでがね遊びに来た時に朝菜の知り合いに「君って子いる？」みたいな言われて、で「ああ小学校の時いたよ」いるよ」って言われて、やばい。どこにいる？いや生き量が？
その時に私相談してたのは、すごいネット回線がめちゃくちゃ落ちる、で別に LAN ケーブルに異常もないし、ちょっとこれなんだろうって相談してたら、その子が朝のとその他の人たちがコミュニケーション取ってほしくないからやってるんだよって言われて。怖い。でもさ、本人はさ、それ生き量飛んでっちゃってることには気づいてないよね。だってでも私その後に会う機会があって、でなんか生き量が来てるって言われたんだけど、言ったの本人が。言っちゃダメなの。なんかすいません、僕の生き量がいっちゃって。でも本当そういうなんかそういう子じゃない、わーって笑ってて、言ってたらごめんみたいな。そろそろだね。お、まもなく右方向です。その先左方向です。その先目的地周辺です。着きました。蓬莱右方向です工房でございます。何年ぶり？ 3年ぶり？ 3年ぶりかな。来ました。ありがとうございます。お疲れ様です。みんな待っててくれた。はーい。はーい。すごいよね。お米。お願いします。それでは今ですね、これ蒸してます。はい。で蒸しているお米を2つに分けて、で冷ましていきます。広げて冷ましていきます。で熱いのでやけど気をつけてください。はい。ここにいている絶対やけどします。よろしくお願いします。あれが魚の米ね、魚の米が。コシヒカリですよね。わー、すごーい、美味しそう。あ、さっきからですね、コシヒカリを。コシヒカリって粘りやすくて、うわなんていうかな、先ほどの粘りが機械の中で団子みたいになってるので。ー。あー、でも見て、ちょっとちっちゃくなってる。いや、ひどかったんですけど。これもう磨いてあるんですもんね。ちっちゃい、ね、粒が。ちっちゃなってるわ。粒がちっちゃい。めちゃくちゃ粒ちっちゃい。ね。もう55%に。55%。湧き水だ。これで浸積するってすごいね、贅沢。これが格子がついてカビが生えたお米。これが酵母。ヨーグルトみたい。酵母を培養するのがこのもの。でそのこういう培養するのにいろんな作り方があって、うちだけよく使ってるのが即上元って言って、お米を麹と蒸したお米と水とあと酵母とあと乳酸を先にここに入れちゃう。食品添加用で乳酸があるので乳酸を先にここに入れちゃうっていう。もう一回じゃあ手洗いをして仕込みに戻ります。はい、仕込みします。美味しくなれ、美味しくなれ、美味しくなれ。なんかそのメイドカフェみたいなのやめてよ。萌え萌えキュッ、美味しくなれ。どうしよう、売れるかな。萌えキュッ、はい、森さんもどうぞ。聞こえないな。美味しくなれ、美味しくなれ、美味しくなれ。萌え萌えキュッ。いかがでしょうか。どうでしょうか。大丈夫ですか？使います、使います。仕込み完了です。素晴らしい、皆さんお疲れ様でした。さあ、仕込み完了です。
カリスマさんもうラブですね。萌え萌えキュンで。できます。萌え萌えキュン仕込み。名前がね、あ、もうお酒の名前変わりますね。萌え萌えキュンになります。お参りをしましょう。お酒の。二礼拍手一礼なんで代表の方に合わせてみんなで揃えていただいて、はい、お願いします。真ん中の方にお願いします。いきますよ。一せーので、二礼に。美味しいお酒ができますように。もえもえチュー。美味しくなりそうね。これに決まりました。これが直鶏、これが生、これがヒレ。これでデザインしていきます。ということで皆さん、ついに届きました。魚の酒2024 B バイ、鈴なり。見て、パッケージめっちゃ可愛くない？コシヒカリ食用米を使ってるっていうところがポイントですので、ここねしっかり入れさせてもらいました。これは直鶏って言って絞りたての状態で出すときに取れる12本だけ限定です。なのでこれはもうね、うちのオンラインサロンのメンバーでお裾分けさせていただく、もうそれだけしかなかったので、ただ今回皆さんにもこの魚の酒を楽しんでいただけるように、前回同様生酒と火入れ2種類用意しました。やったー！これもね、数量は限定になるんですけれども、皆さんに十分楽しんでいただけるようにご用意しておりますので、今日この動画が公開された時点から一般販売がスタートしております。ぜひお早めにお買い求めください。おすすめは全然味わいが違うので、この2点セ飲み比ット、べしてほしいよね。もう多分二度と作れないこの世に1本だけのそうです。お酒なので、ぜひ一度は楽しんでいただけるといいなと思います。やっぱりね、普通の日本酒よりはね、コシヒカリを使ったっていうところでめちゃくちゃコストが高い。お米の部分でも5倍ぐらいかかったもんね。ちょうど高騰してる時期ですしね、今は。そうちょっとギリギリの値段でなんとか抑えましたので、若干ちょっとリッチな感じにはなっておりますが、5000円は切ってる価格ですので、ぜひお気軽にね試せるといいなと思います。で、かなさん、はい。私たちもちょっと一杯やります。なんか2年越しだよ、かなさん。そうだよね。だって田植えから始めてるんだもん。1年越し ?2 年越しか。うん。いただきます。あ、やばい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 。やばい。うわちょっと待って。めちゃくちゃ美味しいじゃん。やばいね。この生酒のピリッと感いいね。めっちゃうまい。私もっと食用米だから重くて濃くて、なんかこう個性が強すぎるのかなと思ったら、こんなに華やかなんだね。美味しい。しかもさ、あれじゃん、木本で木本の作りなのに良さが出てるね。さすが関谷さんだわ。うまい。最高に美味しい。なんか久しぶりこれ。この味久しぶり。さ、しっかりパンチもあるよね。なんだ、綺麗すぎて癖がないとかじゃなくて、いいお酒だなっていうコク、うまいわ。このなんかお米の重い感じの旨味じゃなくって、さらっとしたおかゆみたいなさ、こうサラ感。これ 55% まで磨いてもらってるかだから綺麗ら、なのか。木本でもやっぱちょっと飲みやすいような仕上かがりになり飲みやすいね。してもらってるんだけど、これはちょっとうまい。びっくりした。これぐいぐいいけるねちょっとお魚やっぱ合うんじゃない？これまだね、この直取りしか来てないんですよ。なんですけど、この火入れと生酒は私たちの元にも5月の下旬に届くので、皆さんへのお届けは多分5月下旬か6月の頭ぐらいになると思うんですけれども、ちょっと予約販売という形で
楽しみにしていてください。みんなのね頑張ってこれが絞りたてだったらマジで美味しいといや思う。ー美味しい。これまたちょっと置いて飲むのも楽しみだね。びっくりした、こういう味になったんだ。食用米のお酒って今まで飲んだことあるけど、うん結構缶抜けのどっしりした感じそうだのねお酒が多かったからなんかちょっと飲みにくいかなって思ったけどめちゃくちゃ綺麗。うまいね。私たち森姉妹のようです。よう言ったもんだな。おいおい。爽やかなフレッシュなフレッシュでピチピチの熟成も兼ねたお味。いやー美味しい。ちょっとこれはみんな飲んでもらいたいし、サロンメンバーが多分これはみんな飛び跳ねるんじゃない？なるほどね、よかったね。うん。でもこの後は実は皆さんこの魚の酒を作った時に出た酒粕がそうなんです。こんないっぱいあるんです。してるんです。酒粕が。それを使ってどうするのかな？それを使ってどうするかってやっぱお料理だったかしら。そうだよねやっぱりね、どうせ酒粕使ってなんか料理するんだろうとか思ってるんじゃないですかね。我々そんな一辺倒なことはいたしません。いたしませんよ。酒粕を使って魚の酒第3弾をはい。日本酒ではございません。そうですよ。私たちの愛する父高橋社長が大好きな今回は焼酎を。やっただって超高いお米ですよこの。ー。そうよ。やっぱ酒粕をね、またなんか使いたいもんね。もったいないじゃんお料理だけだと。うんなのでそれをさらに加工して焼酎にして魚の酒第3弾とつないでいくということで今年も忙しくなりますよ。まあ飲まなかんすね。はいやっていきましょう、はいということで皆さん、月末来月ぐらいには乾杯できるように楽しみにしております。そしてオンラインサロンではこの魚の酒を楽しむ大人の修学旅行をこの秋企画しております。はい。 10月ぐらいめどに、うオンラインサロンメンバーと私たちモリファミリーで魚の美味しい県に行ってこの酒を持ち込んでですね、大宴会をするという企画を枕投げもしてるよ。しておりますので、参加したい方はねぜひこの概要欄に載っているオンラインサロンのエントリーから、参加していただければまだ間に合うと思いますのでぜひぜひご参加のほどよろしくお願いいたします。一緒に行きましょう。修学旅行。イエイイエイはい。ということで皆さん魚の酒本日より販売スタートしております。ぜひ数に限りございますので皆様お早めにどうぞ。美味しくなーれ美味しくなーれ美味しくなーれ萌え萌えキュン。さあいかがでしょうか。皆様のお顔を拝見してみましょうか。